こんにちは、とばログです。今日も iPad でクリエイトしてますか？はい、というわけで、なんでこの iPad でクリエイトしてますかっていうのを言ったかっていうと、僕の友人で YouTuber の平岡裕太くんっていう人がいるんですけど、iPad で動画を作ったりとか、iPad でメモしたり、絵描いたりとか、そういうことをいろいろしてる人なんですけど、その人がよく iPad でクリエイトしてますかっていう始まり方をするんで、僕も今回真似してみました。で、なんでこの紹介の仕方かっていうと、実は平岡くんはドリップっていう会社をやっていて、そこでいろいろ小物を作ってるんですけど、彼が作ってる iPad ケースをですね、実は誕生日プレゼントとしてちょっと遅めなんですけどもらったんで、今回はこれについて紹介しようかなと思っています。どうですか？これ本革でできてて、彼らが出してる熟成レザーっていう、オイルドレザーを使ったものなんですけど、かなり光沢感もあって、なんかノスタルジックな雰囲気で、こういう感じでカバーになるんで、Apple Pencil とかも収納できるっていうケースですね。で、ここを回すと、こんな感じで、iPad を収納できるっていうケースなんですけど、僕 iPad を持ち歩いて外でバリバリ活用するっていう使い方はあんまりしてないんですね。そんなに外に持ち歩いたりはしないんですけど、結構ね、質問で iPad 用の革スリーブでおすすめありますかとか、 iPad のケースでスマートフォリオじゃなくてスリーブ系のやつでおすすめありますかとかよく聞かれるんで、せっかく誕生日プレゼントとして平岡くんからもらったんで、今回はそういう革スリーブとか iPad のケースについて気になってる人に対して、このケース実際どうなのかみたいなところを簡単に紹介していこうと思います。はい、これがドリップが出してる iPad11 インチ用のレザースリーブケースですね。Apple 純正にもレザーケースってあるんですけど、どっちかっていうとスリーブタイプになってて、こっち側にこう刺すっていう感じで、これはちょっとドキュメントケースというか、なんか書類とかを入れる昔のクラシックなケースみたいな感じで iPad を収納できるアイテムとなっております。厚さはこんな感じで、背面も革でできていますという感じです。で、この布でできた紐の部分をこうやってくるくる回して、使いたい時は iPad をこう取り出して使うという感じですね。僕は11インチ iPad 用で使ってるんで11インチ用のケースを使ってるんですが、これの他にも 12.9 インチ用の iPad ケースがあります。で、価格はちょっと普通のスリーブケースと考えるとやや高めで 15,800 円ですね。で、1万円を超えるアイテムなんですけど、割と革の素材がしっかりしてて、表面のこのオイルドレザー、彼ら熟成レザーって言ってるんですけど、ちょっとこう風合いのある感じで、こうやって磨けば光沢感がすごい浮き上がってくるタイプの、オイルドレザーを使っていて、で、内側が結構スムースな感じの牛革のスウェードとかを貼ってんのかな。そういう感じで、内側は柔らかく保護してくれるっていうアイテムです。例えばこのステッチ部分とかもすごくやっぱり丁寧な処理がされてるし、このコパの処理、ちゃんとここがちゃんと処理されていて、なんかボサボサにならないというか、ちゃんとカチッとしていて、しっかりしてるとこはしっかりしてる印象です。僕は確か手元に持ってるのはこれ茶色系のやつで、確かモカっていうやつだったと思うんですけど、この財布と同じ革と同じ色を使ってる感じですね。若干こうやって並べてみるとほんの少しだけ色が違う気がするんですけど、基本的には同じものを使っているはずです。このモカっていうカラーともう少しだけ焦げ茶色のものがあって、これですね、今試作品なんですけど、このアメリカーノっていうカラーの焦げ茶色の革を使ってるものと、あと同じ革素材でいうとこのブラックっていうものが商品としてラインナップされています。ネイビーとかトープとか仕事で使いやすい色とかはね、揃えられてはいないんですけど、こうやって週末にちょっと iPad だけ持ち歩くっていう時には、最適というか風合いがあって、エイジングもそれなりに楽しめる革の3色を用いているという形ですね。で、何よりこの見た目が結構特徴的かなと思っていて、これは横型に入れるタイプになってて、これは僕の憶測なんですけど、こうやって iPad を収納した時に、これあんまりぴったりになりすぎずに、こうやって Apple Pencil も装着した状態で入れられるんですよね。で、ここの部分がちゃんとこうカバーしてくれるんで、こうやって少し回すだけで固定できるんで、Apple Pencil がカバンの中でどこかに行かない形状になっているのかなと思います。なのでこの形状は個人的に割といいのかなと思ってます。で、あとこの革のケース、重さが気になる人も結構いると思うんで、実際に測ってみたいんですが、
よいしょ。はい。革のケースの重さはだいたい 209g ですね。このサイズの革で 209g だったら普通なのかな。スマートフォリオだと 172g ぐらいです。で、手元にあった iPhone 11 Pro をケースつけた状態だと、227g なんで、だいたい iPhone よりはちょっと軽いぐらいになるっていう感じです。iPad Pro 11インチと、あと液晶保護フィルム、あと Apple Pencil を装着した状態で、このレザーケースに入れると、すごい。ちょうど 700g ですね。ぴったり 700g っていう感じです。で、今 iPad 11インチをそのまま入れてるんですけど、実はちょっとだけ緩い作りになっていて、例えばこれとかスマートフォリオを今装着してるんですが、スマートフォリオをこうやって装着した状態でも割とちゃんとしっかりと収納ができるんですよ。あとは皆さん結構気になると思うんですけど、僕最近は iPad Pro のマジックキーボードを装着してるんですよ。こんな感じでよく見かける形状だと思うんですけど、これを装着した状態だとどうなるのかっていうのは多分気になる人がいると思うんで、実際に試してみたいと思います。これ自体も結構重いし、これがカバーになるんで、そんなに何重にもカバーはしなくていいと思うんですけど、一応ね、こう持ち物のカバンの中身を統一感したい人もいると思うんで、よいしょ、入れてみると、はい、こんな感じでマジックキーボードを装着した状態でも、Apple Pencil と一緒にこうやってこのスリーブケースに収納できるっていう感じですね。あんまり重さ的におすすめはできないんですけど、こういう使い方もありますよという感じです。こんな風にちょっと取り外しするときはまだ使いたてなんでかなり硬いんですけど、このケース自体革でできているんで、革って結構伸びるんですよ。革靴履いてる人とかだとわかると思うんですけど、革って意外と伸びる素材なんで、しばらく使っていればかなり最適な感じにフィットするのかなっていう気はしています。iPad 11インチに関しては問題なく入ったんですけど、その他はどうなのかっていうと、例えば今手元に 10.5 インチの iPad Pro があるんですけど、これもこの表面のレザーカバーをつけた状態で普通にこう収めることができます。なので iPad Pro だけじゃなくて、こういう 10.5 インチとか 9.7 インチを使ってる人でも問題ないかなっていう感じです。あとiPad に似たようなアイテムで言うと、マイクロソフトから Surface Go っていうタブレット端末が出ていて、これも 10.5 インチぐらいのサイズで、しかもこういうスタンドがついてて、こんな感じで PC っぽく使えるっていうことなんで、これ自体にぴったりのケースって本当になかなかないんですよ。あんまりおしゃれなのがないんですけど、多分 iPad Pro 11インチのマジックキーボードをつけた状態で入るんなら、これも全然入ると思います。よいしょ。入れますね。余裕で、めちゃくちゃ余裕で Surface Go も収納できる感じです。10インチサイズだったら PC もちゃんと入りますね。これは結構ありがたいな。余談なんですけど iPad に関しては普通にフラットな状態でTPU ケースとかを装着できるんですが、Surface Go に関してはこういう形状とか、こういうギミックがあるせいでなかなかこの本体に付けられるケースっていうのがないんですよね。だからこういうスリーブに入れて持ち歩くことになるんですけど、そのスリーブ自体もあんまりちゃんとしたいいものがないんで、これが入るっていうのは嬉しいですね。実際の使用感については、例えば iPad Pro をこうやって入れて、これ一回くるくる回さなきゃいけないっていうのがちょっとだけめんどくさい気はしています。多分スマートフォリオに入れるとか、マジックキーボードで使うとか、そういう周辺機器装着した状態でも、一応このカバーを閉めるためにこの形状にしてると思うんですけど、個人的にはこの紐がちょっと長いかなっていう気はしてて、4周ぐらいしてこう開けて取り出すっていう感じになると思うんで、そこだけちょっとめんどくさいかなっていう気がしますね。もちろんこのギミックが他のケースと違うところだし、かっこいいポイントではあるんですけど、気になる人は気になるのかなと思って一応紹介してみました。であと衝撃性みたいなところについてなんですけど、基本的にねクッション素材は入ってないんで、この面からの圧力には結構弱いと思います。この辺で結構圧力気になる人は普通の柔らかい
スリーブケースを買った方がいいのかなっては思うんですけど、意外とこの角の部分がかなりねステッチで仕上げられててしっかりしてるんですよ。待ちが全くない状態なんですけど、こうステッチされてるんで iPad の角がここにあるんですね。なのでちょっと1センチぐらいこの角から離れてるんで、例えばこのままこう画面が割れるってことはまずないんじゃないかなと思います。こんな感じで鈍い音は鳴るけど iPad 自体には刺激がいってない感じですね。この革自体がクッションになります。もちろんなんか故意にすごい落としたりとかしてはいけないんですが、側面からの衝撃にはそこそこ強いアイテムです。基本的にはこの iPad スリーブは機能性をめちゃくちゃ重視してるわけではないと思ってて、こういう革のアイテムがすごい好きな人が、iPad だけガジェットしないようになんか馴染む感じで持ち歩くためのアイテムだと思うんで、そういうなんか見た目的なデザインとか、あと革アイテムで揃えたいっていう人にはもうこれはすごいおすすめのスリーブケースかなと個人的には思います。こういう財布と iPad と鍵と一緒にこういうカバンに入れて、こう iPad だけを持ち歩いて出かけるっていう時にはすごい良い感じの iPad レザーケースかなと思います。はい、というわけで今回はこの iPad のスリーブケース、レザーケースについて紹介してみました。実際外に持ち出してバリバリ活用してはいないんですけど、こんな感じで見た目もすごくよく、ガジェット感がそんなに強くなく、革のトートとかそういうものに入れて持ち歩くっていう人だったらかなりいいアイテムなんじゃないかなと思っています。iPad ケースを選びたいとか、革のケースでなんか質がいいものを欲しいっていう人にとってはかなりおすすめなんですけど、15,800円ってやっぱり万人受けするアイテムではないのかなと思いますけど、やっぱり革でこう財布とかキーケースとかそういうの全部揃えてるよっていう人だったら、トートバッグに一緒に持ち歩いてて気持ちのいいアイテムなのかなと個人的には思ってます。この辺は物なんで実際にちょっと持ち出して使ったりとかして、長期レビューみたいなのもしてみたいなと思うんですけど、今回はこういう感じでレビューを終わりにしたいと思います。トバログではこの動画の他にも、ガジェットのレビューとか、それこそ iPad のレビューとか、あと人のカバンの中身見るのがすごい好きなんで、そういうのもインタビューしていたりします。もしよかったら他の動画もチェックしてください。それで気に入っていただけたらチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。トバログでした。